こんにちは、包丁職人のパーカーくんです。今回は 14C28N という鋼材を使って柳刃九寸を作ります。最初に鋼材に包丁の形を写し取ります。この鋼材の全鋼和包丁は見たことがないので作ってみようと思います。ざっくり不要な部分は切り取ったので、60番のベルトで外周を整えていきます。外周が終わったら焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。表面がギタギタなのは曲がったので焼き入れ前に叩いて直しました。 HRC は62でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきがきれいに作れていないと砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の傷を消します。この鋼材は削りやすかったです。ステンレスにしてはサクサク削れました。多分砥石で研ぐ時も研ぎやすいです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。日本の包丁って鋼材の種類が少ないですよね。
包丁に絞っても鋼材の種類ってたくさんあるので、動画でいろいろ試していきたいと思います。600番で400番の傷を消します。400番が終わったあたりからだんだんと光り出してきます。この後は800番、1000番と続くので、この辺でジャンプ。1000番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。この鋼材は傷が消しやすそうなので、耐水ペーパーの2000番だけ使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。柄を作っていきます。ハンドルの上部に白い樹脂、主体となる部分に黒炭、金属を1本使います。今回は細い金属を使います。スライス板で樹脂の平面をざっくり出します。スライス板で樹脂に包丁を刺す部分の穴を開けます。材料をカットしていきます。最初に金属を切ります。
側端をカットしていきます。ブライス板で包丁を刺す部分の穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので60番のベルトで四角に成形します。四角になりました。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。傷が消し終わったら木材の収縮防止剤を塗ります。塗り終わったので乾燥させていきます。収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。次に5000番の砥石で研ぎます。やっぱりこの鋼材は砥石のかかりが良くて研ぎやすいです。8000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。最後に12000番で裏押しと表を研いで終了です。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。
新品の砥石は平らじゃないことがあるので、必ず面直しをしてから使います。砥石の角が立っていると裏押しの時に傷が入りやすくなるので、角を取っておきます。今回は2000番の砥石の裏面を使って取ります。表で角を取ってしまうと砥石が線状にえぐれてしまうので、必ず使わない部分で角を取ります。角を取る時に使う砥石は1000番2000番くらいがちょうどいいと思います。両刃の包丁や片刃の表を研ぐ場合は角は丸めなくても大丈夫だと思います。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。コードは思っていたよりも上がりました。細かいことは概要欄にまとめてあります。刃全体を鏡面に仕上げました。表の切れ刃の先にクラックがありました。ひびに見えますが、この薄さで作業中に入ったものだったら裏面まで貫通しているはずなので、これはもともと鋼材にあったものですね。鏡面にするまでは見えなかったです。鏡面にするとこういうのも目で見て確認できるので、僕は全部鏡面にします。めったにないですが、今回は鋼材不良があったので、こういったものは包丁として商品になりません。今回は裏押しを12000番でしたので、いつもよりラインが見えにくくなっています。峰と顎も鏡面仕上げです。柄は黒炭を主体に作りました。白い樹脂と金属を1本入れてアクセントにしました。動画で作った包丁は保管していて、後でメンテナンスをする場合があるので、動画では柄を刃に固定しません。試し切りしていきます。切れ味はいいです。ただ食パンを和包丁で切るとめっちゃ切りにくいですね。これはギコギコしたくなるのもわかります。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。